高橋ファルコンズの千秋です。安藤です。俺らさ、メンエス結構好きやん。うん、だよな。でさ、メンエスってさ、マンション型と店舗型と、あとデリバリー型ってあると思うんやけど、最近思ったんやけど、マンション型のメンズエステって、ほとんどが大家に無許可で営業してるんじゃないかっていう疑問に思ったんよ。やろうな。実際のとこどうなんかなっていうのを調べたから、それについて語っていこうと思うんやけど、はいはい。最初にある事件を紹介するんやけど、神奈川県の横浜市で、風俗店営業と知りながら賃貸契約の名義貸し仲介、詐欺容疑で不動産会社社長ら5人逮捕っていう見出しの記事なんやけど、警視庁が新宿区の不動産仲介会社社長の男を詐欺容疑で逮捕したと。逮捕容疑が仲間と共謀して2023年3月に東京都中央区のマンション一室をメンズエステ店として利用する目的を隠して、居住用とする虚偽の申込書を不動産会社に送り、賃貸借契約を結ばせたというものなのよ。はいはい。で、この事件で被害に遭ったのがマンションオーナーから部屋を借り上げて転貸するサブリース契約っていうのを結んどった不動産会社なんだけど、この転貸の条件、サブリースの条件が居住用に限られとったっていうことなの。で、捕まった人らがメンズエステ店の従業員の女性30歳を借り主として申請して、で、その際に実際には存在しないと見られる情報通信広告会社の従業員と偽って申請して審査を通過させとったと。で、これで容疑者らが不動産会社から仲介料を得たと見られとる。だから自分らが借り主になるんじゃなくて、従業員の女性を借り主にしとったんだ。多分そこは自分たちはもう審査通らんっていうことが分かっとったんやろうな。ある意味被害者やな、この従業員の女性も。いわゆるメンズエステのオーナーって結構脱税とかでさ、借りれんか。そもそもクレジットカードのブラックリストになっとったりとかさ、そういうので借りれやんとかっていうのがあるみたいやから、従業員の一般人の女性を使っとったってことやな。なるほど。とか、他には、隣の部屋が知らないうちに、メンエスの店になっとったっていう話も紹介されとって、最近そういうのが、隠れて、メンエス店を営業するっていうのが東京で急増しとるみたいで、東京23区の特に西側エリアの住宅地で、マンション型の違法アジアンエステ店が増加しとるっていう話なんやけど、低価格で本番行為を行っとるっていうことで、結構ネットで話題になっとんのよな。はいはい。従来やと繁華街の雑居ビルの中に入っとる店が多くて、で、主に中国人女性、チャイエスってやつやんな。で、料金が、割と高めで性的サービスのオプションが多い店が今まで多かったんやけど、こういう新しいタイプの特徴が、築年数が経過した郊外の 1K マンションとか、家賃が安くて人目が少ない場所でやっとると。だから都心に比べてバレにくいんやって、違法にやっとんのが。東京の西側の方やと結構空き家も増えとって、空き家問題っていうのも繋がっとるっていう話で、で、料金が40分13,000円とかっていうちょっと安価な、本番までって考えたら安いよな。そうやな。で、従業員は主に20代のタイ人女性が多く、容姿がいいとされとるみたい。タイ人なんや。最近はタイ人の女性が風俗店で働くことが多いよな。中国人がやっぱ裕福になってきたりとか。エステって考えたら、タイもマッサージとかな。結構有名やからな。そうやな。あと円安とかで日本じゃなくて他のところに行ってしまったのかな、中国人が。で、営業形態としては同一沿線の複数の駅周辺で営業して摘発リスクを分散しとったり、で、ウェブサイトもそれぞれ存在しとるんやけど、複数の店舗に見せかけとんのやけど、実際は系列店である可能性が高いと。こういうのの問題点としては、一般住民にとっては普通に居住しとるマンションやから、違法風俗店が勝手に営業されとったら迷惑やんな。住んどる人からすると。治安の悪化とか、不動産価値が低下するとか。確かに、隣の部屋がメンエスの部屋とかなっとったら嫌やな、それだけで。業者側もいろいろ摘発を逃れるために工夫を凝らしとるから、警察の取り締まりが追いついてないっていう問題もあるみたいな。なるほどね。多すぎるんよ、結局。いたちごっこっていうかな。こう潰してもまた、新しくどんどん店舗構えられたら、警察も把握できんかもしれんからな。で、そもそも音の始まりは、これを取り上げようと思ったんがさ、俺が昔行った時にそういうメンエスとかに、だいたいあれさ、新宿のマクドナルドの前まで来たら電話くださいとか言われてさ、はいはい。何時に入りたいんですけど、つったらそういうこと言われて、で、ついて電話したら、マクドナルドを背にして左に行って、次の交差点を左に曲がってとか道案内されてさ、はいはいはい。わかるよ。で、そこで、なんとかっていうマンションの何丸何号室にチャイム鳴らして入っていってくださいとか言われるんよ。わかる。1回目ちょっと怖いよな。そうそう。ドキドキするよな、最初の時は。怪しさ満点なんやけど、でもよく考えたら、どこの店もそういう案内をされるからさ、ってことは、教えれやん理由があるんやろうなと思って、その直前になるまで場所を教えれやん理由があるんやなっていうのを。確かに、堂々としてたらもうホームページとかに書くもんな。
どこどこの、まあ絶対書いてないやん、あんな。絶対書いてない。最寄り駅はこちらです。着いたら電話くださいとか、近くのコンビニに着いたらとか、あるよ。東京じゃなくても、地方でもそれは一緒やな。まあそれがレンタルルームとかやったらさ、いいと思うんやけど別に。そやな。マンションの一室やからな。普通のマンションやからな、あれ。しかも入ってくの大体。そうそうそう。普通のな。その場所だけ先に教えて、飛ばれたりしたら困るっていうのもあるし、多分警察になんか摘発されるリスクとかも考えてそういう風にしとんだろうな、直前になるまで。確実に利用者やって分かるまで教えやんっていう風にしとんだろうな。っはいはい。ていうのを思ったんよ。でもさ、そのオートロックのマンションでさ、エントランスの暗証番号を教えられることもあったからさ、それって一緒にそのマンションに住んどる人からしたらえらい迷惑やんな。不特定多数の人に暗証番号教えとるからな。いや、怖いな。確かに。よく考えたらな。体験なんかわからんけど、隣の部屋がメンエスの部屋で、間違えて客が自分のチャイムを鳴らして出たことがありますっていう話もあってさ。いや、それ、隣人からすればめっちゃ怖いよな。そうやな。男やったらまだいいけどさ、自分が女やったらな。男やったらまあ客もってなるけど、女やったらさ、もうそういう目で見られる可能性だってあるからさ。しかも男、そのつもりで部屋に入ってくるかもしれんしさ。ああ、そうやな。だから扉開けたら、股間膨らました性欲丸出しの男が立ってるわけやからな。なんでこの人に相手されるんかって思いながら。いや、怖いわ、そう考えると。こんにちはとか言ってそのまま入ってくるかもしれんもんな。メンエスやと思ってな。まあ自分が鳴らす立場になる可能性もあるけどな。利用者として。まあ確かにな。でも実際のところさ、やっぱメンエスってマンションの一室でやるのがもう主流やんか。多いな。そういう店が多いよな。でもメンエスやるからって言って借りれる賃貸マンションが少ないのも事実やん。まあそうやな。まあ明らかに部屋も怪しい雰囲気に模様替えしてあったり。そういうのを考えたら、メンエス無客でやると、法には触れてないけど、マンションのオーナーとの規約違反に、接触することが多くて、違約金を取られたり、最悪の場合、撤去っていうかさ。まあ強制的に退去させられるってことやんな。そうそう。だから働く側としても結構リスクあるよな。キャストの女性からしてもってことやんな。そう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 。さっきの話やったらもうキャストがさ、部屋契約して、で、結局捕まっとるやんか。よくキャストも名義貸したよな。リスクでかすぎるよな。名義貸すともう一生っていうかそこでさ、もう逃げれんくなるよな。その店と。そうやな。で、店側が家賃とか滞納しとったら、貸し取った名義のな、キャストが金払ったり退去費用とか取られたりするからな。そうそう。で、退去の時に部屋が汚れとったりして、修繕費とかですげえ取られるらしい。まあそうやろな。だからリスク大きいし、だからこそ、大家側も貸したくないんやんな、風俗店に。汚される可能性が高いから。昔仕事でそういうさ、建設現場の現場事務所を探す仕事とかしとったんやけど、オフィス兼居住用みたいな感じでさ、借りれる物件ってマジで少ないんよ。東京とかでも全然出てこんのよ。だから、それで風俗営業をちゃんと大家から公式に許可取れる物件ってほとんどないと思うで。特に普通に人が住んどるようなマンションではまずないよ。いや、無理やろな。それこそ、名古屋のさ、風俗ビルの地産マンションぐらい、みたいな、ああいう建物ぐらいやん。はいはい。有名なの。あれは、ビル一室、一体がもう風俗みたいな感じやもんな。そうそう。だから建物丸ごと風俗店みたいなさ、よくマッサージ店が一つのビルに密集しとると思うんやけど、よくあるやん。あるある。ああいう建物やん。だから一つの建物に密集するんやろうな、風俗店って。風営法の関係もあると思うんやけど。でも調べたら、メンエスとか、デリヘルを許可している物件を紹介してる会社あったけどな。それもグレーゾーンやと思うけど。それも怪しいけどな。いやな、ブローカーとかさ、両方に多分いい顔すると思うから、どこまで本当のことを言ってるのかもわからんしさ。そうやな。だから借り主には許可取ってますって言っとって、でも、大家側には居住用ですって伝えとるかもしれんしな。そうそうそう。SNS とかでもおるけどな。紹介します。メンエスとして営業できる物件紹介してますっていうアカウントあったりするけど。だから、そのあたりは結構精査していろいろヒアリングとかした方がいいと思うけどな。もしメンエスを開業したいっていう人がおったら。メンエス自体は結構好きやけどな。そうやな。もう本当に個人的な話になるけど、メンエスの質って都会とか太平洋側の方が高い気がするわ。そうか。日本海側よりも。ちょっとな、本当に店にもよると思うけど、これは完全な俺の偏見やけどな。都会がレベル高いのはまあそうやろうけどな。いや、メンエス何がいいかって言ったらさ、マッサージ含めて、じらしっていうかさ、どこまであるのかっていうのが一番いいと思うよ。まあそうやな。実態としては、法に触れとるかもしれんけど、抜きとか本番とかはないって書いてあんねやけど、行ってみたらあるっていうことが結構あるやん。あるな。この店は抜きがあるのかないのかっていうのを
じらされるんがいいよな。確かにな。初見の店とかやったら特に。抜きがあった時はもうめっちゃ勝利した感じになるよな。確かにな。店によってさ、ほんと何も言わずに、そのままの流れで行く店もあればさ、女王がオプションとかいろいろ言ってきて、お金を払うパターンもあるからさ、駆け引きっていうのもあれやけどさ、ドキドキ感もいいよな。なかった時の敗北感たるやっていう感じやけどな。いや、本当にな。そこそこいい値段するからな。メンエスって。ほんと、おなくらの何倍かっていうレベルやからな。確かに。だからってめちゃくちゃマッサージうまいかって言われるとそうでもなかったりするからさ。確かにな。爆災とかでめっちゃ叩かれとるよな。抜きがない店って。爆災ってマジでな、俺も参考にするときあるけど、どこまで本当のこと書いてるかわからんからな、マジで。お気にを取られたくないがために逆にそのお気にの悪口書くやつもおるからな。あれこそな、もうカオスやで。そんな信じてないけど、ある程度の参考としか思ってないやろ。まあ確かにな、レビュー書いとるやつもおるからな。ちゃんとした。まあ俺も参考にするけどさ、そう言っときながら。メンエスってやっぱさ、基本紙パンツでマッサージされるからさ、もう施術のもう結構長い時間も勃起するよね。で、時間が長ければ長いほど、射精した時の快感っていうのは高いと思ってるからさ。そうなんだ。やっぱその点で言えば、全然ピンサロとかヘルスより全然メンエスの方がいいけどな。でもさ、その紙パンツってさ、勃起したらさ、ほぼ見えとるやん、チンコが。見えとるな。見えとるけど上は意識してないやん。ほぼ見えとる状態で、別に上は触れやんけどさ、ほぼ見えとるし、見せとる状態やのに、抜きがないっていうのがもう意味わからんけどな。まあそりゃ、抜きなしの店もあるやろ。まあ抜きがなかったらなかったで、まあ一種の素人に自分の体をさらけ出しとるっていう興奮はあるけどな。帰ってしこる。そうそう。まあでもさ、確かに隣の部屋がメンエスやったらうるさかったりな、人の出入りが激しいから治安が悪くなったりするかもしれんけどさ、でも有料店やったらちょっと便利かもしれんな。確かにな。あわよくばな、そこの風俗嬢とな、知り合いになれるかもしれんしな。まあ確かにな。実際でそこでプレイしようと思ったらすぐ行けるわけやしな。確かに。自分がヘビーユーザーやったらな。でもな、自分の住んどるマンションにメンエスが入っとったら、まあ基本的には嫌やから。まあ基本的にはそうやな。一般論で言えば嫌やろな。そうやな。だから、それを避けようと思ったらもう家賃高いとこ選ぶとかさ、あと、ゴミ捨て場のゴミ見て、紙パンツが入ってないかとか、確認したりとか。まあその居住者がそれに合わせるのも変な話やけどな。これから住むっていう人は気をつけた方がいいわけやん。いやまあでもわからんけどな。結局ガチャみたいなとこあるからな。まああとワンルーム 1K の物件とかさ、使われとることが多いらしいから、メンエスに。単身者だと難しいかもしれんけど、まあそういう物件避けるとか。あと、メンエスの部屋はな、エレベーターの近くの部屋が多いらしいわ、やっぱ。人が出入りするから。参考になるな。エレベーター近くの部屋とかをちょっと観察してみると、もしかしたら、あなたのマンションにもメンエスが入っているかもしれません。っていうかもう単身者用のマンションで風俗が近いような場所やったら、割と結構な確率でメンエスが入っとるかもしれんな。そうやな。もうこんだけ増えてきたっていう話もあるくらいやから、覚悟はしといた方がいいよな。結構調べると無許可で営業してしまいましょうとか言ってさ、買い取るメンエス専門不動産情報サイトみたいなのもあるからな。もう開き直っとるやん。まあだから単身者用のマンションとか住んでる人はちょっと気をつけて見てほしいなっていう感じやん。規約事項にちゃんと住居以外禁止ですっていう項目があって、で、それに違反しとったらもうどんどん言って、自分マンションからは追放するように動くしかないんじゃない？許可物件に住まんことやな。そんな感じで今日はマンション型のメンズエステ、ほとんどが大家に無許可で営業しているんじゃないかっていう話を取り上げていました。ありがとうございます。はい。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新しているので読んでくれたら嬉しいです。